廻戦やっぱ面白いね。お正月はこうやって呪術廻戦見てゆっくりするに限るね。いや楽しいな。お、どれだろう。どうぞ。よーマイフレンド。おお、ようこそ。親友。どうよ新年が明けたって話だけど。なるさん。明けおめ。おめでとう。てなわけで新年のお祝いにこれやるよ。あ、受け取って。うわ嬉しい。うわいくらだろう。なんかあれ。100円？ああ。なんか間違えてない？いいだろう。100円でも。俺じゃもう呪術廻戦のなんかグッズとか買えないよ。親戚の子とかにあげようかな。なんか100円だって。親戚の子供で思い出したんだけどさ。近所の子供たちが呪術廻戦にハマってるんだけどさ、俺のところに来てさ、呪術廻戦の魅力を教えてくれって言うんだ。おお、いいじゃんいいじゃん。いいところがありすぎてどれをどう説明していいのかわからなくなっちゃってさ。そうだね、確かに。だからうまい説明の仕方、魅力を伝える方法ってないのかなと思ってさ。せっかく新年だし、呪術廻戦を分かりやすくまとめた番組作っちゃう？マジで？マジ？今こそコングラチュレーションブラザー。今こそコングラチュレーション。間違いないじゃん。おすごい。あ、これテンション上がってきた。間違いないな。間違いない。オッケーやってみよう。ごめんちょっと準備に入るわ。準備？この気持ちを高めてくる。新春特番、今からでも間に合う呪術廻戦、見逃して後悔はしたくないスペシャル。始まりましたね。皆さん、こんにちは。虎杖裕二役の榎木純也です。よろしくお願いします。お願いします。そしてどうも東堂葵役木村昴です。よろしくお願いします。よっよっしゃよっさー、待ってた2021年ねえ、なんて言ったって呪術廻戦のね、また盛り上がるところが始まる年。そうですよ、第2クールがこれから始まるっていうところでね。止まらない何がない、ワクワクが止まらない。いいテンションだね、冒頭から。今回なんですけど、新年一発目ということで、去年ね、呪術廻戦見逃してしまった人のために呪術廻戦を分かりやすくまとめた番組を作っちゃおうという。いいんですか？いいんですよ。そんな優しい番組なんですか？あるんですよ。もう見逃した人はもう途中からどうぞじゃなくて、これを見てこういうお話なんだって分かって第2クールの京都姉妹校交流会に参加できるっていう。とにかくね、この番組見ていただければ、これまで見てないよっていう人も呪術廻戦がまるっと分かっちゃう。そしてこれからがさらに楽しみになっちゃうっていう、そういった番組にしていこうじゃないかっていうわけで、前半は1話から5話で、後半は6話から第13話の見どころポイントを僕らが紹介しつつ、ポイントを押さえたそのダイジェスト映像っていうのをご用意してますので。ダメ？ダメ。それをね、みんなに見ていただいて楽しんでいただこうじゃないかっていう、そんな番組でございますよ。素晴らしい。でも見てた人も改めてこう思い出す番組にもなるし、素晴らしいですね。そうですね。それではまずアニメ呪術廻戦第1話から第5話の注目ポイントはこちらです。いいですね。虎杖おじいちゃんとの約束、バトルなどなど。榎木さんの注目ポイントっていうのはどこかあるんですか？僕としてはやっぱ虎杖の生き様で後悔はしたくないっていうところが、やっぱり今後の虎杖の呪術師としての方針というか、どういう気持ちで呪霊と戦っていくかっていうところが定まる話数というかシーンなので、結構ね苦労したんです、アフレコの時も。そうなんですね。結構呪術廻戦って全体的にセリフの解釈が無限にあるというか、いろんな解釈ができるので、この解釈でいこうみたいなのを決めるのはなかなか難しいというか、そうだからよくね台本読んでねやった記憶がありますね。おじいちゃんに遺言を強いからいろんな人をなんか助けて、ね、死ぬ時はなんか囲まれてね、死ねみたいなこと言われますけど、俺のようになるなよっていうふうに。あそこもそのおじいちゃんの言葉があったからこその、今の虎杖がいるというか。昴さんの見どころポイントも教えてもらっていいですか？もちろんでございますよ。なんだろう。伏黒と釘崎。この二人はまたいいキャラクターじゃないですか。かっこいいですよね、二人ともね。特に伏黒の玉剣ね、式神を出すところ、手
ほら俺やってんじゃん手でさ、ほらなんかいいね。これ練習してさ、俺にも式紙つかないかなとかすっげえ思ってるわけ。わかる、なんかわかりますよね。出ないかなみたいな。釘崎さんの使ってるさ、俺トンカチと釘使い方、あれがかっこいいなと思って。いいね。そうシュッてやってで、ちょっとごめんなさい、ここから皆さんご覧いただいて、はいはいはい、シュッてやってサッてやってね、タンタンシュ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 ンテンテンス大体言ってるけどね。大体言ってるけど、これは3話でね見れるんで。テンテンステンテンスって言いたいだけだよ。テンテンス言いたいだけだから。他にもねたくさん見どころポイントあるんですよ。こちらも注目してダイジェスト映像をご覧ください。どうぞ。うわー、マジっすか、主人公死んじゃったよ。ちょっと待って、スバルさんテンションの方が怖い。俺の方が怖い。怖い。ごめんなさい。主人公死んじゃったことより。どういった。飛んだ。心臓取っちゃダメ。それどころじゃないよ。めっちゃ出てたけども、でもこれがねいいとこなんですよ。この呪術廻戦の先が読めない。第6話から第13話までの見どころポイントはこちらです。はい。登場した。ついに東堂登場。イエーイ。いよいよ。これやっぱ僕も演じさせていただく中で非常にこれね演じ応えのあるキャラクターで、それこそ彼が本心でどう思ってるのか、なんでそんなことを言うんだろうみたいなところとか、なんかキャラクターをグッとこう掴むまでにやっぱり時間がかかったんですよね。おお、そうなんだ。そう、好きな女のタイプはっていう質問するじゃないですか。伏黒にね。そう、伏黒に対してで、あの時点でもう俺なんでってなっちゃってあ、逆にそこでこういうキャラなんだって掴んだんじゃなくて、あ、やべ、分かんなくなった僕的にはやっぱ虎杖的には真人とやっぱ戦うとかね、順平がなんかいろいろ皆まで言うなって七海と虎杖が真人を追い詰めていくシーンはね、もう胸が熱くなるというか、すごい映像もそうだったしね、ガンガンこうカメラワークが切り替わって、あそこのねこう12話13話の戦闘シーンはね僕の一押しポイントなんで、ちょっと続きが気になるんでね、行ってみますか。行きますか。じゃあ後半のダイジェスト映像をご覧ください。どうぞ。続きが気になる。本当とにかく呪術廻戦面白い。もうそれに尽きるなと。今後の見どころっていうのはやっぱり東堂が登場するところ。東堂が登場する。だから今日来てたんですか、この番組に。今更？京都校との交流会がこれから待ち構えてるでしょ。はい東堂が大活躍しますから。敵キャラもこうなんか悪の魅力みたいなのがすごくあって、それをなんか倒しに行くこっち側みたいなのの対立構造がねすごく惹かれるものがあるので、ぜひね第2クールも楽しみにしていただけたらなと思います。今回は新春特番のお年玉特典として特別に14話を少しだけ見ることができます。マジで？これ東堂のシーンも映るかな？それはちょっと見てのお楽しみです。オッケー。さあそれでは第14話先行シーンをご覧ください。どうぞ。もう終わり？気になるけどお預けですね。お預けですね。これはね来週ねお楽しみにとっておいて、そうしましょうね。ぜひぜひ見ていただけたらなと思います。そろそろお別れの時間ですね。じゃあ皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。